これから、スターフライヤーに乗りまして、関西国際空港の方に向かいたいと思います。はい、本日の飛行機は、スターフライヤーになります。こちらの便ではないんですけれども、機体はこういう風な黒をベースとした機体になっています。こちらが、本日、登場する予定の飛行機になっています。はい、それでは乗り込んでいきたいと思います。スターフライヤーは北海道民にはなかなか乗る機会が少ない航空会社です。九州方面へは新千歳から直行便か、どうしても JAL、ANA の乗り継ぎになってしまいます。今回妻が乗ってみたいとのことで、あえて関西国際空港行きを選びました。実はシェラトングランデホテルへ向かう直前の飛行機から全て特典航空券で発券しています。この先の工程も含めて後ほどご紹介したいと思います。かなりお得に今回旅ができました。今回の旅行はまだ先日紹介した世界一周旅行ではありません。本日乗りますのは、スターフライヤーの、A320 ですね。こちらの方に乗って関西空港まで行きたいと思います。モニターもですね、このような形でなっておりまして、小さいですけれども、各シートついております。足元はですね、このような形で、十分な広さありますので、前と席も楽ですね。はい、でこちらはシートポケットになっています。トランスフォームした飛行機が紹介する安全ビデオです。画面に光が映り込んでしまう、見づらくてすいません。膝の裏側やすぐ非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。関西国際空港にも近くなり、明石海峡大橋が見えてきました。ちょうど大阪湾上空を旋回しているような感じですね。まもなく着陸します。すごいスムーズなランディングでした。定刻通りの到着、快適なフライトでした。今関西空港です。本日はこれから、
シンガポール航空で、シンガポールの方に向かいたいと思います。ただシンガポールに入国するわけではありません。その先はですね、また後で、ご紹介したいと思います。チェックインも済ませましたので、これから、出国審査に行きたいと思います。本日はシンガポール航空でエコノミーなんですけれども、スタイランスゴールドでしたので、ファーストレーン使えるチケットをいただきました。ラッキーです。他のところはすごい、やっぱり中国系の方がすごい多いです。シンガポール航空で関西国際空港から出発するんですけれども、スタイランスグループのシンガポール航空ですけれども、関西国際空港ではラウンジは桜ラウンジを使うというふうなイレギュラーな対応になっております。なんとなくピンとこない感じですけれども、桜ラウンジで、ゆっくりしたいと思います。コーヒーマシーンがここにありまして、アイスコーヒー、アイスティー、牛乳ですね。あと下がスカイタイム、ミラルウォーカー、トマトジュースで、こちらはジュースのマシーンとなっております。食事関係ですけれども、こちらにパンですね、ご飯を置きまして、カレー、もちろんキャルといえばカレーですね。あとこちらはサラダ類になっております。あと焼きそば、たこ焼き、シューマイ、ゆでたて枝豆、レンコンきんぴら、かぼちゃの煮物、かつおだっけ、まあ食べ物の種類はそんなに多くありません。ただ今日は結構ラウンジの中も混んでおります。全体的にはこういう風な形のラウンジになっていて、それほど広い、ところではありません。あとこちらにはコピー機ですとか、作業できる机ですね。あとはこちらはラウンジ、少し静かにするようなところになっております。奥のこちらにはマッサージチェアがあります。いいな。はい、以上となります。本日乗る飛行機です。シンガポール航空の、これはボーイング777かなになります。シンガポール航空は初めて乗るので、非常に楽しみです。ありがとうございます。初めてだね。また見せろって言われるかもしれないから。はい、機内に乗り込みました。機内の席は本日エコノミーですのでこんな感じです。そんなに狭いっていうほどでもないですけれども、普通の、広さですね。ちょっと今荷物あるのでちょっとあれなんですけれども、このような形のピッチになっております。この日は3列シートの中央の席が空いていたので、そのおかげで大変楽でした。あとは充電ですとかそういったものも
ありますので、シンガポールまで約7時間弱ですけれども、ゆっくり過ごしたいと思います。ここで今回の旅の全行程をご紹介します。機内食が届きました。本日はですね、こちらはそばです。おそばと、パンと、それから牛肉のゆずあんかけ、みたいな形になっております。とてもいい匂いがいい香りが漂っております。機内のモニターに映るエンターテインメントなんですけれども、マイフライトがあって、フライトレコードになって映画ですね。映画も、こういうジャンル別に分かれてたりしています。ラブストーリーですとか、シンガポールの街の明かりも見えてきました。まもなく到着です。はい、シンガポール航空で、チャンギ空港の方に到着しました。時間は現地時間の22時54分、もうすぐ11時になりますけれども、空港の中はすごい賑わっています。これから明日の朝6時の、飛行機で、乗り継ぎで来ましたので、今日はこっちのチャンギ空港の方でちょっと朝まで、ラウンジの方で時間潰していきたいと思います。はい、今、シンガポール航空のクリスフライヤーゴールドラウンジにやってきました。そんなに広くはないんですけれども、ラウンジの方紹介していきたいと思います。こちらは
パスタとカレーかな、あと、スクランブルエッグとチャーハンみたいな。こちらはなんかちょっと書いてあるけど分かりませんチャイナマサラとベジエッグ。なるほど。飲み物は、こういう缶で全部、入っております。一応ビールもタイガービール用意されております。あとは、ウイスキーですとか赤ワイン、白ですね、用意されております。でこちらは天津系のまんじゅう系ですね。シューマイとエビ餃子みたいな。あとこちらもなんだろう、スパイシービターなんだかってチキンですね。こちらはラクサのそばとうずらとなんかかまぼこみたいなんですね。これでラクサ作るやつですね。はい、あとは小さなマフィンがありまして、こちらには牛乳、豆乳ですねとか、あとこういう巻物もある。サンドイッチ、それからケーキ。こちらはもちろん TWG のコーヒー、紅茶と、こちらにはコーヒーマシンがあります。全体的にこういう椅子になってまして、ゆっくり食事できるダイニング的なものはないですね。以上になります。ターミナル2に続いてターミナル3のラウンジに行ってみたいと思います。ターミナル2から3へはスカイトレインを利用して移動します。ジュエルを流れ落ちる滝レインボルテックスを見ようと思いましたが、この時間止まっていました。レインボルテックスの営業時間は1時から24時30分です。深夜12時回った、チャンギ空港第3ターミナルですけども、すごい人です。今、同じシンガポール航空の、第3ターミナルにある、クリスフライヤーゴールドラウンジの方にやってきました。こちらの方がですね、ソファーとかもゆったりしてて、あと食べ風呂、それからシャワールームもありますので、こちらの方で少しゆっくりしたいと思います。料理とかは先ほどの方とそんなには変わらないみたいですね。シューマイも同じですね。料理の種類は全くと言ってほど同じだと思います。こちらはこれはさっきあったかな、なかったようなブラックオリーブチキン、これさっきあったな。はい、あとはこちらラクサとか作るコーナーになってると思います。あとお酒と、スイーツ、巻物、シュークリーム、そうですね。あとこちらには韓国のカスビールの生の方マシンがありますね。ダイニングエリア、ラウンジ内は結構ソファーで横になっている人が多く、私たちもこの辺りで休んでいました。ラ
ラウンジで横になったりシャワーを浴びて無事バリ行きの飛行機に乗りましたが、搭乗してすぐに爆睡。機内食でチキンウインナーを食べた記憶はあるんですが、気がつくと着陸直前。眼下にはバリ島の景色が広がっていました。この後またうとうとしてしまいました。着陸映像ありません。はい、今シンガポールから飛行機に乗って到着しました。それでは、イミグレーションに向かいたいと思います。はい、それではバリに、到着しました。これからですね、イミグレに行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。